皆さん、こんにちは。今回の動画では、日本の会社で働くメリットについてご紹介したいと思います。今回の動画はリクエスト動画です。リクエストをくださったフォロワーさん、ありがとうございます。5回目ぐらいのリクエスト動画ですね。はい。今回のね、リクエストの内容っていうのが、日本の会社で働くメリットの方です。どうやら、デメリットの方は世界的にも有名なのかな？みたいで、これは残念なことですよね。はい。だからこそ今回はメリットの方について紹介してほしいということで、考えてみようと思いました。ただしね、まず前提としてお話をしておくと、私自身は日本の会社の正社員として働いていたことがありますが、今は社会人を辞めてフリーランスの個人事業主になっています。だからね、今回はリクエストにお答えはするんですが、日本の会社で働くメリットをお伝えできる立場ではないかもしれません。しかも私は海外の会社の正社員として働いたことはないです。ワーキングホリデーをしていたことがあるので、パートタイムで働いたことはありますが、正社員ではないので、もしかしたらね、皆さんが聞いたら、いやいや、うちの国ではもっと待遇がいいよ。それはメリットじゃないよって思うこともあるかもしれません。なので、もしね、そういう発見があったら、ぜひコメント欄で共有してもらえたら嬉しいです。なので、今回はあくまで世間ではメリットっていう風に言われてるよっていうことをご紹介します。私自身の意見を入れるともうキリがないので、今回は私の意見は入れません。で、このメリットは全ての日本の会社がそうっていうわけではないと思います。なので、皆さんが日本の会社で働きたくて就職活動をするんだったら、その時に会社それぞれの情報を調べてから応募することをお勧めします。はい。ではね、本題始めていきましょう。そもそも日本は社会人をかなり優遇している国だと言われています。一方でね、フリーランスとか個人事業主とかに対しては行ってくれる待遇はあまりないので、税金とか国民健康保険料とかもかなり高いです。だからね、社会人として働ける人はフリーランスで働くよりも法人にね、所属して社会人として働いた方が基本的にはメリットが大きい国だと思います。今回の動画では日本の会社で働くメリットを5つ考えてみたのでご紹介しようと思います。まずね、1つ目は健康保険についてです。法人に所属して社会人として働くと、社会保険と呼ばれる保険にね、必然的に加入することになります。社会保険に入っていると、医療費が3割負担になります。全体の3割だけ払えば良くなるので、とても安くなります。だから、風邪をひいて病院に行くときとか、怪我をして病院に行くときとか、そういう時に3割だけ支払えばいいということになります。日本にはね、この保険制度があるから、日本では質の高い医療を安く受けられるって言われているみたいです。それからね、社会保険には育休とか産休っていうものも入っています。産休とかをね、理由に解雇する、会社を辞めさせるっていうのは法律で禁止されているので、安心して産休とか育休に入ってまた仕事に復帰することができます。健康保険のね、3割負担についてもこの育休産休の時にも使えるので、これはメリットかなと思います。次にですね、2つ目、健康診断についてです。社会人は健康診断を年に1回受けなければなりません。これはね、無料か低価格で受けられます。これはね、個人事業主とかフリーランスは受けられないので、
社会人だけが受けられる待遇です。個人事業主とかフリーランスが健康診断を受けたいときには、無料とか低価格とかでもなく全額負担です。このね、健康診断を年に1回だけでもやっておくと、健康上のリスクとか異常とかっていうのを早期発見しやすいですね。だから大きな病気の予防とか早期治療につながりやすいです。それから一部の会社では40歳以上の人が人間ドックを無料あるいは低価格で受けられる制度が入っているみたいです。人間ドックは血液検査とかがん検診とか日常生活では気づきにくい部分まで細かく調べてもらえるっていうのがすごくいいですね。はい。で、次に3つ目です。これは長期雇用についてです。日本企業は長く雇用する長期雇用を重視している傾向があります。正社員は会社に長くいるほど給料も上がっていくし、基本的には待遇が全体的に良くなります。これがね、昔ながらの日本の会社の傾向ですね。でもね、最近では環境が少しずつ変わりつつあります。日本人も長期雇用をあんまり重視しない傾向があって、特にね、若者は自分に合う企業を探して転職するっていうのが珍しくなくなっています。でもね、基本的には突然クビになるっていうのがすごく珍しいっていうのが日本の企業の特徴です。だから悪いことをね、せずに真面目に仕事をしていれば長期雇用をしてもらえるっていうのは大きいメリットかなと思います。はい、次に4つ目ですね。これは夜まで働く環境が整っているです。ちょっと皮肉っぽいんですけど、私はね、東京で働いていました。で、東京は基本的に電車で通勤をする人が多いんですが、電車は基本的に夜の11時とか12時とか12時過ぎまで運行していることもあります。だから遅くまで働いてもだいたい家に帰れます。なので私も終電まで働いて終電を理由に家に帰ったこともあります。あ、すみません。終電の時間なので帰りますって言って帰りました。もちろんね、これは夜遅くまで遊べるっていう意味でもありますね。夜遅くまで会社の人たちと飲み会をしても家に帰れます。そして始発も早いです。始発なのでその日の初めての電車ですね。始発はだいたい朝の5時とかから動きます。私はね、さすがに始発で会社に行ったことはないんですが、終電で帰って始発が始まるぐらいの時間に起きてまた会社に行くみたいな日々を過ごしていたこともあります。日本のね、社会人は遅くまで働いて朝早くから働き始めることができちゃうので、仕事が大好きな人にはいいと思います。次に5つ目のメリットです。これは通勤代が出ることですね。会社に行くまでの定期っていうものを会社が負担してくれることが多いです。基本的には電車代とかバス代とかですね。毎日使う家から会社までの距離感でかかる費用っていうのは負担してもらえます。これはね、個人事業主とかフリーランスでは受けられない待遇なので、とてもいいですよね。これは給料とは別で支給されるものなので、この区間でね、基本的に遊ぶっていう人は正直休日とかでもね、その定期を使って無料でその区間で遊べるので羨ましいなって私は正直思います。今回は以上です。会社で働くメリットっていうのはテーマがちょっとね、難しくなりすぎちゃうんですよね。どうしても内容が制度とか法律とかそういうことばっかりになっちゃうかなというのが正直なところです。働き方とかだと働きやすいかと言われると会社が綺麗とか日本は清潔ですとかそういう日本自体の特徴になってしまうのでちょっとご紹介しづらいかなというのがあります。逆にね、日本の会社で働いたことがある皆さんに聞きたいです。どういうところがメリットだと感じましたか？ぜひコメント欄で書いて教えてください。日本がね、全体的に
治安がいいので、夜遅くまで働いても安心して帰宅できるとかそういうところはメリットなのかな。そもそも夜遅くまで働かなきゃいけないっていうのがデメリットではないでしょうかっていう話ではあるんですが、安全だからこそ夜遅くまで働けます。はい、そんな感じです。だいたいね、イメージをしてもらえていれば嬉しいです。日本ではね、社会人が優遇されているっていうのは、私自身がフリーランスをしていて、本当にね、痛感しています。だからね、私も自分に合う会社さえ見つかれば、社会人に戻りたいなとは思っています。でも、働き方の面で、私は今のところまだ見つけられていないので、フリーランスっていう道を選んでいます。はい。ということでね、今回の動画は以上です。ちょっと難しかったかな？最後まで見てくれてありがとうございました。リクエストをくださったフォロワーさん、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。